今回はですね、こちらに今、ウィザースケルトントラップがあるんですけど、これを改良したもっと効率のいいウィザースケルトントラップ作っていきたいと思います。こっちにあるウィザースケルトントラップってのは、1年半くらい前に作ったやつなんですけど、効率としては確か毎時30だか60とかそこら辺だったんですよね。ですが今回作るやつは、なんと1時間にウィザースケルトンの頭が2000個手に入ります。そんなにビーコン使うのかって話なんですけど、やっぱりなんか効率のいい装置作りたくなるじゃないですか。ということでやっていきましょう。で、まずやんなきゃいけないこととして、ネザーで作業をするときってやっぱモンスター湧くんですよ。ピグリンとかガストとか、ああいう敵対生物って作業中毎回倒すのめんどいんで、一旦モブスイッチを作ります。で、もう現世側にはモブスイッチあるんですよ。で、これはシュルカーが中にこんな感じで入ってて、スケルトンとかゾンビとかそういった敵対生物がね一切湧かないようになってます。なのでここら辺見ればわかるんですけど、夜になっても全く湧かないんですよね。で、ネザー側に作る時もこれと同じようにシュルカー大量に入れていくんですよね、ネザーに。ここがネザーの天井裏で、現世側のモブスイッチはここにあります。なので、同じところここら辺に作ろうと思います。材料適当に集めてきたんですけど、多分これで足りますね。はい、これでシュルカー入れる用の装置出来上がりました。この中1マスにシュルカー210体詰め込んでいきます。で、ここにレール敷いてあるのは向こうのシュルカートラップからシュルカーがね出てきてトロッコで運ばれて向こう行きます。じゃあまずシュルカートラップ動かす前にトロッコ21台走らせます。で、トロッコはこれで OK なんで、早速ずれてるトロッコ大丈夫か？なんか落ちてるように見えるんだけど、早速この状態でシュルカートラップ動かしてみましょう。いますね。ちゃんとシュルカーいます。で、あれがトロッコに運ばれていくと思うんで、ここであとはトロッコたちが10周するのを待ちます。おー、来てる来てる。で、あれがちゃんと入れば、あれ？失敗ですね、これはね。しかもあそこボタン置き忘れてるわ。シュルカー倒さないと。これで全部やったかな。もうこれの処理が大変だ。よし、もう何度目の正直かわかんないけど、これでもう一回やってみよう。さあ、入ってくれ。今度こそ。おー、入ってる入ってる。そう、これが見たかったんですよ。なんかモノレールみたいになっちゃってますけど、トロッコが下にくっついてます。すごいな、あれ。パッと見1体しかいないんですけど、ここに210体集まってます。で、シュルカーはどこ行ってもデスポーンしないんで、もう消すには倒すしかありません。で、もしここのボタン1個でも壊してしまったら、もうシュルカーはね出てきてしまいます。なんでね、これちょっとね壊すのが難しいんですよ。こことここは残しておこうと思います。これで隔離成功です。あとはもう普通に近寄っても大丈夫なんで、間違ってもね、ここのレール壊したりとかボタン壊したりとかしなければ、シュルカーが脱走することはありません。実際に、今ここネザーの天井上なんで何も湧かないんですが、下行ってみようと思います。全くモンスター湧いてないですね。やっとネザーも平和になりました。これでもう好き勝手作業できます。次は、ウィザースケトラップの建設予定地に行こうと思います。作る予定の場所はここですね。ちょっと拠点から遠いんですよね。なのでまずここから氷塊の道を作ります。これで氷の道完成ですね。ここは拠点なんでボートを置いてずっと行けば建設予定地まで行けます。じゃあ次は岩盤壊していきたいんですけども、岩盤壊すのにピストンが2万ちょっと必要なんですよ。なので、ここから丸石60シュルカーボックス分持っていきます。これでピストン15シュルカーボックス分できました。26000個くらいのピストンですね。これだけあれば足りると思います。これで岩盤破壊装置の材料集まったんで、今からここに作っていきます。ここら辺の岩盤をすべて取り除く感じですね。一旦装置はこれで完成しました。あとは動かすだけなんですけど、まだね、上のピストン、これ岩盤破壊する範囲分置かないといけないんですけど、4分の1も置いてないですね。装置を動かしつつ、ピストンを置いていく、そういう感じにしたいと思います。実際に動かしてみましょう。多分ここを壊せばね、動きます。今うまくいってるんで、この岩盤がね、綺麗に破壊されてます。
いや、すごいよね、これね。ここで、さっきのフライングマシンたちが帰っていきます。いや、すごい。これ考えた人ほんとすごいな。私はこの装置に追いつかれないように、このピストンを置いていきたいと思います。これでピストン全部置き終わりました。これよりもう1マス下の岩盤破壊装置もう作っちゃいたいと思います。2台目もこれで完成です。でまだね、1層目のマシンが右側のピストンを置いた数的に半分いったかいってないかくらいなんですよね。この状態でもう1台動かして2台並走させる感じにしたいと思います。クラッシュした。2つともぶっ壊れました。そんな大破って感じではないかな。いや、こっちはやばいな。後から作った方はめちゃめちゃぶっ壊れてます。ちょっと一旦直しましょう。こっちの方はなんとか直ったんですよ。簡単に。ただこっちはね、一旦全部壊さないといけなさそうですね。直してる間に、こっち側を動かしておきます。はい、これで岩盤1層目は終わりましたね、無事。一応全部直し終わりました。で、またクラッシュすると怖いんで、こんな感じでサブアカ連れてきました。ここにずっといてもらいます。じゃあ、こっちも動かしますか。一応ちゃんと動作してるみたいです。じゃあ、あとはこれをこの岩盤ね、なくなるまで掘り進めていくだけなんで、一気にやっていきます。はい、これで岩盤全部取り除くことができました。じゃあ次にこの下を露天掘りしていきたいんですけども、まずは露天掘りするための装置を作るためのトンネルを掘ります。なんで場所はここからちょっと遠めですね。なので一旦そこまで掘っていこうと思います。ここに今ちょっとしたスペース作ったので、トンネル掘削機作っていきたいと思います。これでトンネル掘削機ができました。見た目はこんな感じですね。意外とコンパクトです。なんで、これを今から走らせて向こうへずーっと掘っていこうと思います。ここの音符ブロック叩くと動き始めます。ちょっとここにいると危ないかもしれないけど。はい、こんな感じですね。なんかちょっと壊れましたね。コンクリートじゃなくて、石じゃないとダメっぽいね。コンクリートのとこ全部石に変えてきたんで、これで大丈夫だと思います。さあ、壊れないでくれ。あ、大丈夫ですね。やっぱ、コンクリートじゃダメみたいです。ここからは、あとはね、ずっと掘っていくだけです。今、このくらい掘り進んだんですけど、ここでちょっと重大なことに気づいてしまいました。さっきはこっち掘っちゃったんですけど、もうちょっと隣のこっち側をね、掘らないといけませんでした。さすがにもうこれで大丈夫だと思います。まあ、作業やってるとね、こういうミスってのはよくあることです。よし、このくらいでいいでしょう。結構掘り進めましたね。幅で言うと多分280マスくらいですかね。いや、この範囲を今掘ってきたんですよ。だいぶ広いですよね。で、下行けるようになったんで、要塞はここにあります。なので、このネザー要塞を使って、ウィザスケトラップを作るといった感じになりますね。で、今度なんですけど、このトンネル掘削機、もっと強力なやつを使って、向こう側に掘り進めるようにしていきます。装置出来上がるとこんな感じですね。向こうまでザーッと続いています。この装置が向こう方面にずっと掘ってくれるんですよ。じゃあ試しに一発撃ってもらえますか。これで爆発したらどうしよう。もう大丈夫そうですね。多分向こうまで一気に TNT 飛んでったんじゃないかなって思います。こういう感じで溶岩をね、ずっと消していかなきゃいけないんですよ。これを処分しながらね、進んでいきたいと思います。壊れた。マジか。わあ、古代の残骸見逃してたわ。じゃあ直し終わったので続きやっていきます。
よし、こんなもんでいいでしょう。だいぶ削りましたね。岩盤の穴開けたとこはあそこですね。ではですね、こっから、この下を全部岩盤まで掘り進めていかないといけないんですよ。で、それにはネザーイーターってものを使わなきゃいけないんで、とりあえずあれを一旦全部壊します。あれはもう使わないんでね。これで解体完了ですね。下の方に足場いっぱい落としちゃったんですが、拾うの大変なんで、このままにしておきたいと思います。ネザを露天掘りするのに、カナトコがたくさんいるので、カナトコ製造機というか増殖機を作っていきたいと思います。カナトコを増殖するには、エンドポータルを使うんですけども、もうすでにね、ここで使われちゃってるんですよ。この先が1個目のエンドポータルで、こっちは砂とかを増殖するのに使ってるんですよね。なので、もう1個使わないといけません。ここが2個目のエンド要塞ですね。そしたら、一旦ここら辺、綺麗にしますか。掘り抜くとこんな感じですね。エンドポータルフレームも邪魔なので消していきます。これでフレーム消せたんで、現世側の装置作っていきます。これで現世側 OK ですね。次はエンド側作っていきます。これでエンド側も完成です。金床用の倉庫作っただけですね。では実際に動かしてみます。こんな感じでゲートに向かって金床が投げつけられるんですね。そうすると向こう側ではこんな感じで増え続けてます。真ん中ね、音すごいことになってて電車っぽい音鳴ってるんですけど、ここで破壊された金床が下へ行きます。じゃあある程度金床集まるまでここで放置したいと思います。さああれから4、5時間経ったんですが見てみましょう。めちゃめちゃあるな。ちょっとだけ持っていきますか。ネザー板の材料も集まって、金床もこっち側に移動してきました。で、まず最初にやんなきゃいけないのが、この露天掘りする場所の一番外側、ここに溝を作っていきます。なんで、ここが露天掘りの端っこだとすると、ここ1マス岩盤まで全部掘り抜いていきます。で、それをこの四角形の辺すべてに対してやっていきます。溝掘ってる最中に溶岩が出てくるんですよ。ネザーの溶岩って結構流れるの早いじゃないですか。なので、早く消さないと自分が飲み込まれちゃうんで、こんな感じで高速で消してます。我ながら反射神経だいぶ早いんじゃないかなって思います。一周ぐるっと岩盤まで掘り抜きました。次はこの掘った溝に金床を置いていきます。はい、これで金床の壁終わりました。結構見た目すごいですね。岩盤からこの高さまで積んであります。で、反対側も同じようにね、岩盤からあの高さまで全部金床で壁作ってます。では今からネザーイーター作っていきたいと思います。はい、これで一面やっと完成しました。同じようなやつを反対側にも作っていきます。これで反対側も完成です。向こうにさっき作ったのがあって、こっちにもダーッと作ってあります。いやー、すごいですね、見た目が。さあ、これで下準備は全て終わりました。ここからこの装置たちがね、自動で露天掘りしてくれます。露天掘りはね、なんと一瞬で終わるんで、今からやっていきたいと思います。では、装置動かしていきます。ここを壊すとね、動き始めます。で、最初は、この下の溶岩を消すための装置が動いて、その後、上で TNT 増殖装置が動き始めます。TNT の爆発のエフェクト消しても結構重いです。これだけの装置が動いてるんで、仕方ないですね。で、今までネザーイーターとかワールドイーター何個か作ってきたんですけど、大体は TNT を下に落とすタイプだったんですよね。ただ今回は斜め後ろに飛ばすっていう結構面白いやつを使ってみました。いや、毎回思うんですけど、こういう装置考えつく人本当に天才だと思います。で、ここの溶岩はあの装置が何周かした時にね、消してくれます。ちゃんと。で、こういう古代の残骸は幸いね TNT で爆破されないんで、好きなだけ取ることができます。多分この露天掘りが終わる頃には何スタックか集まってるんじゃないかな。で、反対側行くとちゃんとね折り返してくれるんですよ。これもすごいですよね。じゃあ往復するのを見てるだけなんで、ここからは一気にやっていきますか。
こが要塞跡地です。もう柱だけしか残ってません。でね、もうちょっとでこの溶岩池に着くんですけど、こっからがね見てて気持ちいいんですよね。今ちょうど溶岩だまりの1層目走ってるみたいなんですけど、こんな感じであっちとか溶岩が綺麗に1マスなくなってくんですよ。でその後ろはこんな感じで下がってます。ちょっとね操作が難しくて近づきすぎると死んじゃうんで、こっからしか見えません。はい、これで露天掘り終わりました。いや、まあ何回かね、装置壊れたりして結構大変だったんですけど、まあ、無事終わってよかったです。で、あれがネザー要塞の端っこですね。本当はここに要塞があったってことになります。集まった古代の残骸が6スタックと58個ですね。まあまあといったとこでしょうか。で、まあカナトコ壊したりもしなきゃいけないんで、とりあえずはこの装置壊していきますか。よし、これで装置全部壊し終わりました。アイテムはちょっと拾うの面倒なんで、貴重なオブザーバーだけ、ちょっとだけ取っておきます。さあ次は、このカナトコの壁ですよ。これを壊していきます。音やばいな、これ。カナトコを全部取り除き終わりました。これで露天掘り自体は完了ですね。次はウィザスケトラップここに作るので、材料集めてきます。材料全部集め終わってこんな感じですね。クォーツのハーフとネザーレンガがそれぞれ22000個ずつあるんで、総ブロック数としては58000くらいですね。まあなんか皆さんからしたら少なく感じるかもしれません。では早速下から作っていきますか。装置が出来上がるとこんな感じですね。あとここにウィザーローズとか植えなきゃいけないんですけど、ひとまずね、あそこにピグリン入れていきます。で、1層につき6体必要なんで、合計3層の18体ピグリン呼んでこようと思います。でね、早速、ウィザスケ湧いてますね。まあ、ここにいれば食らうことはない。で、剣を持ったピグリンが必要なんですよ。クロスボウだと弓撃っちゃうんで、こういうやつはダメですね。剣を持ったやつ18体探してきます。いや、みんなクロスボウ持ってんぞ。お、1匹やっと見つけました。そしたら、こいつに名前をつけて、それでトロッコに乗せちゃいます。はい、これで1匹目確保ですね。とりあえずここになんかプラットフォーム的なのを作って、ここに置いておきます。これで18体集まったんで、じゃあ今から移動していきます。これでピグリンの配置も終わって、ウィザーローズも全部植えたので、ほぼ完成になります。さあ、装置はもう 99% くらい完成したんですけど、見てください。上とか下とかなんか気持ち悪くないですか？岩盤がデコボコしてて、壁とかもね、これちょっと気持ち悪すぎますよね。さすがにこの状態にするのは嫌なんで、もう壁とか床綺麗に整えたいなと思います。天井と床はそれぞれ装置使って置いていきたいと思います。装置の材料はもうここにあるんで、一気に作っていきましょう。これで下側の装置完成ですね。なんか見覚えある方もいるんじゃないでしょうか。これは2600チャンクのスーパーフラットを作った時に使ったやつと同じやつですね。じゃあ今度上側作っていきましょう。これで上側も完成ですね。ブロックを置く前にまだやらなきゃいけないことがあって、それはこの赤枠の範囲内を完全に湧き潰ししないといけません。この赤枠は実際透けてて単純に見えるだけですね。モンスターが湧くとこはこういう風にね、赤枠で表示されてるんですけど、こういうブロック全部消していきたいと思います。多分全部取り除けたかなと思いますって思ったらあったわ。まあ何個か残ってるかもしれないんですけど、1個や2個ぐらいはいいかなって思います。で、これを全て囲うのに必要なブロック数が27万ブロックなんですよ。なので、ここに一応ちょっとだけ集めてきました。まだまだ全然必要なんですけど、とりあえず床分のブロックだけここに今全部用意してあります。じゃあ実際に床を置いていきますか。ここを壊して、装置動き始めるんで、あとはプレイヤーがね、もうずっとこうにブロックを置き続けてればいいだけです。こんな感じでダーッと端まで置いてくれます。
これで一面床は敷き終わりました。じゃあ次上やりますか。これで天井と床全部敷き終わりましたね。でこの上最初岩盤壊したと思うんですけど、ここもね装置で自動的に敷いちゃってるんで、この部分だけちょっと壊していきたいなと思います。これで天井もちゃんと穴が開きました。あとはこの外周ねぐるっと壁作っていくだけですね。よし、これで全部置き終わりましたね。地面オレンジ色になってます。じゃあ全部準備整ったのでやってみますか。多分ちゃんと動くと思います。しばらくするとウィザースケルトンが運ばれてくるんですよ。できたらあとはこの防具立て殴ってるだけで倒せます。こんな感じでちょっとここ音はうるさいんですけど大丈夫そうですね。やっとできた。このかぼちゃをかぶったウィザースケルトンはモブの脇上限から除外されるんですよ。なのでたくさんねウィザスケが落ちてくるって感じになります。だいぶいい装置作ったんじゃないかなと思います。ウィザースケトラップ作ったのはいいんですけど、これウィザー倒すのめちゃめちゃ大変じゃないですか。せっかくなんでウィザーを自動で倒す装置も作っていきたいと思います。でその装置作るにあたってここの岩盤を壊していかなきゃいけないんですよ。この薄ピンクの方ですね。こっち側の岩盤壊していきます。これで綺麗にくり抜けましたね。3×3×2 の岩盤が全て埋まってて、この形がね欲しかったんですよ。じゃあ装置の方を作っていきましょう。ということで装置はできましたね。ウィザスケの頭結構この装置消費するんで、ウィザスケの頭集めに行きたいと思います。一回装置動かしてる時に前から落ちたんですよ。でそしたらねトロッコがいろいろなところに散らばっちゃって、もうここにね何個あるかわかんないんですけど無限にトロッコが出てくるっていう現象が起きてます。マジで何個あるかわかんないです。200個ぐらいあんのかな。もうさっきからずっとこうやってクリックしてるんですけど一向に減らないんですよ。このトロッコ160個ぐらいありますね。もう一生減らないんですよこれ。トロッコ製造機みたいになってます。もうやっとなくなった。トロッコめちゃめちゃ散らばってます。上もトロッコのがねとんでもない数あるんで、こことかね音が多分ここも永遠に出てくるんですよ。ファストレフトクリックオンにしてすごいパーティクル出てるでしょ。これめちゃめちゃいるんですよトロッコさんが。さああれから何時間か放置しまして、ウィザスケの頭こんだけ集まりました。ここに22000個以上ありますね。この頭使って今からねウィザー倒していきたいんですけど、まずねここにシュルカーボックス設置します。さっきねウィザスケの頭セットしたんで、このレバー下げてあとは高速でねここにソウルサンドを置くとウィザーが召喚されます。はい、こんな感じでもうウィザーのこの表記がいっぱいになってるんですよ。で体力もねガンガン減ってると思うんですけど、岩盤による窒息ダメージとモブ同士の圧力でどんどん体力減ってますいやもうこんな光景普通見れないですよ。大量のウィザーが瀕死状態になってます。もうすでに2スタックどんどん来てますよ。こんな感じで。そんな感じで今回はねウィザスケトラップとかなんやらねいろいろ作ってみました。でもこのネザースターもういくらでも捨てれますよ。これでやっとビーコンには困らないですね。で次回なんですけど、最近よく思うのが土集めが大変だなと。土って使う時は何十万も使うのに集める方法って限られてるじゃないですか。なので土製造機作りたいと思います。それではまた次回。